業績が伸び悩み、雰囲気が停滞しているチームをどうすれば復活させられるのか。今回は3冊のビジネス書から要点を抽出し、逆境にあるチームを V 字回復させるための具体的な3つの実践ステップを解説します。多忙なビジネスパーソンの方でも短時間で要点だけをつかめるように構成しています。この解説でご紹介するのは単なる精神論ではありません。倒産寸前から V 字回復を成し遂げた経営者出道正明氏の著書「ちょっとアホ理論」、倒産寸前だったのに超 V 字回復できちゃった、飲食店の収益構造を分析した紀藤誠二氏のなぜあの店は生ビールが120円でも儲かるのか、そしてチームビルディングの専門家高島康平氏の僕は技術で人を動かす、今いるメンバーで結果を出すチームリーダーのレシピ。これら実績ある書籍から抽出した明日から使える実践的なフレームワークです。チームを V 字回復させるための枠組みは非常にシンプルな3つのステップで構成されます。ステップ1は意識の転換、ステップ2はゴールの明確化、そしてステップ3がメンバーへの権限移譲です。重要なのはこの順番です。施策やメンバーを変える前に、まずリーダー自身の内面から変革を始めることが全ての土台となります。それでは最初のステップ、意識の転換から見ていきましょう。チームの復活は新しい戦略やメンバーの入れ替わりから始まるのではありません。すべてはリーダー自身のたった一つの考え方を変えることから始まります。どっちみちやるんだったら楽しくやろう。この言葉は売上35億円を達成したものの、その後倒産寸前まで追い込まれた出道正明氏がたどり着いた結論です。20億円もの借金を抱え、心身ともに限界だった彼が開き直ってこう決意した瞬間から、会社の運命は劇的に好転し始めました。ここで言う楽しさとは単なる気晴らしのことではありません。リーダーがどうすればこの仕事はもっと面白くなるかを真剣に考え実行することを指します。出道氏の会社では店員全員がアフロヘアで接客するアフロの日といった一見すると突飛な企画を実行しました。しかしこの楽しむというリーダーの姿勢が停滞していた現場の空気を一変させ、社員の主体性を引き出し、結果的に売り上げを回復させたのです。最も重要なのは商品も社員も変えずにリーダーの意識を変えるだけでチームは変われるという点です。具体的な思考の転換をビフォーとアフターで比較してみましょう。これまでのリーダーは問題点ばかりを追求し、完璧を求め全て自分で実行しようとしていました。しかし新しいアプローチではまず楽しさを追求します。これは高島康平氏が指摘するように、失敗ではなくうまくいっていることに注目し、小さな成功体験を意図的に積み重ねる思考法ともつながります。右の靴が履けた、次は左だというレベルでプロセスを細かく刻み、誰でも成功体験を味わえるように設計するのです。さて、リーダーの意識が転換され、チームにポジティブなエネルギーが生まれました。しかしそのエネルギーをどこに向けるべきかがわからなければ、チームは空回りしてしまいます。そこで次のステップがゴールの明確化です。そもそも何のためにこの仕事をやっているのか。これは高島康平氏がリーダーの最も重要な役割として挙げる問いです。特にチームが困難な状況にある時ほど、リーダーは繰り返しこの仕事の目的や存在意義を問い続け、チーム全体で共有する必要があります。目的という羅針盤がなければ、メンバーはどこに向かって努力すればよいのかわからなくなってしまいます。ゴールを現場レベルにまで浸透させるための強力なツールが、紀藤誠二氏の提唱する OK ラインです。これはチームとしてこれだけは絶対に守るべきという品質や行動の最低基準を指します。重要なのは、この OK ラインをリーダーが設定して終わりにするのではなく、自ら体現し、毎日言い続け示し続けることです。これによってチーム全体の当たり前のレベルが底上げされ、ゴールの実現可能性が格段に高まります。これまでをまとめると、ゴールを浸透させる手順は3つの段階で整理できます。まず第一に、紀藤氏が説くようにリーダーが会社の長期的なビジョン、つまりこの会社を最終的にどうしたいのかという理想像を明確に示します。次に高島氏の方法論に基づき、そのビジョンに至るプロセスを細かく刻み、誰もが達成できる小さな成功を設計します。そして最後に紀藤氏の OK ラインを用いて日々の行動基準を徹底する。この3段階によって壮大なゴールが日々の具体的なタスクへと落とし込まれていきます。リーダーの意識が変わり、チームのゴールが明確になりました。
いよいよ最後のステップは実行のフェーズである権限移譲です。V 字回復の実行はリーダーが一人で行うものではありません。メンバーの力を最大限に引き出すことが鍵となります。多くのリーダー、特に優秀なプレイヤーから昇進したリーダーが陥りがちな罠が、いつまでも自分でプレーし続けてしまうことです。しかし、高島康平氏が指摘するように、リーダーの役割は選手ではなく監督です。自分の仕事はメンバーに任せ、自分は本来やるべき仕事、つまりチーム全体の方向性を示し、メンバーが活躍できる環境を整えることに集中しなければなりません。では、どうすればうまく権限移譲ができるのでしょうか。その核心は高島氏のこの言葉に集約されています。メンバーを分かってあげることにエネルギーを費やすのがリーダーの仕事。リーダーはメンバーに自分の意図を分かってもらうことに必死になるのではなく、メンバー一人一人の強みや価値観、そして今の状況を分かってあげることにこそエネルギーを費やすべきなのです。この深い理解こそが信頼と権限移譲の土台となります。ここではより実践的な権限移譲の技術をいくつかご紹介します。例えば高島氏が推奨するのは、メンバーにいきなり大きな仕事を任せるのではなく、まず小さな宿題を与えることです。これによりメンバーはチームの課題を自分事として捉え始めます。また紀藤氏が指摘するように、最初は人間関係の相性を考えすぎず、まずは仕事を任せてみること、そして完璧な結果よりも改善のスピードを重視することが重要です。ここまでチームを V 字回復させるための3つのステップを解説してきました。最後にこの内容を踏まえて、あなたが明日からすぐに実践できる具体的でかつ最も効果的な最初の一歩を提案します。その最初の一歩とは、チームの中で問題ではなくうまくいっていることを一つだけ見つけ、その担当者を具体的に評価することです。この小さな行動には本日解説した3つのステップの要素が全て凝縮されています。うまくいっていることに注目するのは、高島氏の言う小さな成功体験の設計です。担当者を具体的に評価することは、紀藤氏が説く人間関係の構築とチームの当たり前のレベルを引き上げることにもつながります。そして何より、このポジティブなフィードバックこそが出道氏の言う楽しさを生み出す源泉となるのです。このように複数のビジネス書から実践的な知識を抽出し、短時間で身につけたい方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。